こだから押し入れだったってことですよね。そうですね。元あるものを素材にしてできるだけ壊さない。普通切るんですかキッチン。だから切らないですよね。こんにちは、内見家の室田です。今日はですねちょっと緊急で動画を回してます。緊急ちょっと緊急で来ました。最近リノベーションオブザイヤー2024っていうのがありまして、でそれでちょっと僕が一番ここがいいなと思ってた物件が見事グランプリに選ばれましてですね、でちょっと今日その取材をさせてもらえるっていうことで、本当に何日か前にその賞を取ったばっかりなので、今もう最も旬な物件ということでちょっと緊急で動画を回させていただいてます。はい、失礼します。いらっしゃい。お疲れ様です。どうぞ。今日ちょっとね、ちょっとそうなんですよ、作り手の方々に話を聞いちゃおうと。ちょっとあと入り口も変わっててちょっと情報が渋滞してる情報感じ渋滞してます。すみません。ここ玄関です。はいそうなんですね。後で詳しく説明してもらいましょう。はい。いらっしゃい。お疲れ様です。待ってたよ。ご無沙汰してまいらっす。しゃいませ。3時。え3時。 3時。 3時。何時の休憩します。 3時の休憩中でした。はい。早かった。お二人はお二人はツールボックスの一杉伊織さんと、それから瀬尾商店の、瀬尾洋介さん。陽介さん。陽介です。瀬尾洋介さんです。内装屋であり、建材屋であり、それから参拝業者でもあるという形の、ツールボックスさんと、はい、家具と大工さんやってる瀬尾商店さんですね。この物件にどういうふうに関わられてるんですか？僕は設計の人間で、瀬尾さんは職人さん。すごいどうでもいいことですけど、はいどっちかっていうと見た目が設計さんで直接する話ですよね。よく言われます。リノベーションオブザイヤーっていうのは毎年200何十個ぐらいのリノベーション物件、予算別みたいになんか800万以下の施工費、1500万以上とか無差別級とかなんかいくつか予算があって、でその予算ごとになんかその一番今年素晴らしかったと思われるリノベーションの物件をそこの枠を全部超えたなんかグランプリっていうやつが。グランプリっていうのが1個あって、でまさにこの物件が今年一番良かったリノベーションっていう形で選ばれたので、どれぐらいすごい賞なんですかそれ？よく分かってないです。まあオリンピックの金メダルですよ。じゃあまずちょっとこの空間作られた時の全体的なこうテーマみたいなものからちょっと説明してもらっていいですか？はい、リメイクっていうのをテーマにさせていただきました。でリメイクって何かっていうと、今のリノベーションってこれで全部中をフルスケルトンに壊してやりたいことを実現してっていうのがちょっと多いんですけど、逆になんかこう元あるものを素材にしてできるだけ壊さない、元の状態のものに手加工を加えて空間の質を変えれたら面白いなで、できるだけ元のものに手を加えて作り上げていく内装のあり方ができないかなと思ってリメイクっていうのをテーマに置きました。じゃあ早速ちょっとこの部屋からご説明していただければと思うんですけど、これ部屋？これは何なんですか？これはね、僕らもまだ定義できてないんですけどこれは完成してるんですか？住む人が完成させてもいいですし、僕はこのままなんかちょっとラウンジ使いしちゃうなと思って。ラウンジちょっとラグなんか引いちゃってエントランス入ってきてちょっと広がり空間でちょっと外のバルコニーとのつながりを感じつつ、なるほどね。ワークデスクを置いて作業しながら、ちょっと物いじりもしちゃうみたいな。なるほどなるほど。その部屋は何て言ったらいいですか？不動産的には。不動産的にはよく土間って書かれてますね。土間っすね。土間ですね。フリースペースね。これ床はこのボコボコのままっていうことは、これもともと何だったんですかこの部屋は？いいところに気づきましたね。さすが内見家。でもこれもともとは和室で、畳が引かれてる6畳間かな、だったんです。でそこの畳を取って、で床の下地洗い板っていうのが出てきて、それも取っちゃって、で古い物件なので、結構ガタガタのそのスラブが出てきた表情をそのままにちょっと磨いて、
ガサガサ取ってクリアの塗料を塗ってはいはいはいホコリっぽくならないように押さえただけとなるほどなるほいうのが床です。ど。はい。はいじゃあ高さだったってこと？これを僕もう一回作り直しちゃったんですけど、ここに名残があって、はい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 。もともとここに障子がああ本当だ入本当だ。ってて、はいでこれがその障子の敷居ですね。だからここが床の高さでしたね。はいはい。これだ。和室だ。そうだ。天袋ですね。天袋。なるほど。はいあブレーカーある。ブレーなるカーシュほどね。だからそこはね何もしてない、触ってないですね。こっちは触ってなくて、ということはここに関してはあらあら気づきました。僕結構気づいちゃってるんですよねもういろいろね。ヒントすみません。探してください。はい。ここだから押し入れだったってことですよね。そうですね。ここに襖があったんですよ。襖があってうんうんうん。上だけ残してここだけ戸を取ってでボンとそこだけこうくり抜いて玄関から直接上がってこれるようにして。上がってくれるね。はい。なるほどなるほど。ここは？ここ僕すごい好きな壁なんですけど。はい、全部クロス張り畳の部屋なんですけど、ある時の多分リフォームでクロスが貼られてるはい。壁だったんですけど、うんじゃあ剥がしてみたらなんかこんな面白い跡が出てきたんで、うんうんうんそのまま仕上げとして残しちゃったっていうことなんですけど、もともとの壁はこいつで、うんちょっと左官っぽくしてあって、うんうんうんちょっと砂壁みたいになってたはずなんです。うんでそこにある時代に、うん今度クロスを貼ろうとした時に、うん割れの跡はい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 。っていうところを平滑にフラットにしないと、うん。下地が悪かったから。クロスが綺麗に貼れないんで、うんうんそこの割れ部分を縦処理をして、うんうん。その後にクロスをあったと貼ったんだろうなるほどなるほど。と推測しております。この縁側作ったのはこれは何なんですかこれ？これは何に使うんですかここは？今それでそういう使い方ですね。確かにちょっとそうやっちゃうじゃないですか。やっちゃうやっちゃう。今やっ自ちゃう然にやっちゃうね確かに。ここ解体するときに、うん畳を開けたら、うんこういう古い杉板がこれが出てきたもっと汚い板がバーッとこうなってるんですけど、うんうんうんでそれを徐々にこう解体してるときに、うんこの辺まで残して解体してたんですよ、うんなんとなく。うん。ただなんかこの辺にそういう縁側板の間があった方がちょっとなんか外との空間的にはいはいはい。一段あった方がやっぱり気持ちよさそうだなと思って残したちょっと残すことにした。なるほどね。ちょっと寝転がって小野さん肩幅ありそう。なんで？小野さん寝てないじゃないですか。さん寝てもらっていいですか？寝てないの確かに。ちょっとちょっとね寝台車みたいなサイズですけど。失礼します。はい。ほらぴったり。あ本当だ。収まってますよ。ぴったりですね。収まってる。収まり。ぴったりですぴったりです。なるほどなるほど。ここあれだ。上を見上げるとこれはなんだろうよくわからない言葉に。ここだけじゃわかんないですよね。わかんない後で行きましょうかあっちじゃ側も説明しながらこの四角を覚えておいてもらえる。あ。わかりました。じゃあ四角覚えておきますね。じゃあちょっとはいあっちの部屋も説明をお願いします。ここがだからメインの部屋ってことでね。はいここはなんとなくこう2つに分かれてる感じなんですけど、どういう使い方想定なんですかこれ？一応ここがダイニングスペース、こちら側がくつろぎリビングと。リビング。リノベーションオブザイヤーのポイントは何かどっかそうだ、ここは一番瀬尾さんに力を発揮していただいた部分ですね、象徴的な部分。もともとはここにちょっと壁があって、はいここにズドーンと、いわゆる普通のシステムキッチンのクラシックなスタイはい。ルで、冷蔵庫が多分そっちの変なところにあったんですね。キッチンがこっちにあるのにそうこっちに行かないと冷蔵庫使えないみたいな。そうなるほど。からのからの瀬尾さんに入っていただき、はいそのもともとあったキッチンを2つにカットして、はい L 型のキッチンに変えて、はい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 。で冷蔵庫そっちに置いて。普通切るんですかキッチンって？だから切らないですよ。あそこでこのだからそうなんで切ったか。丸のこの匠に声かかったわけですね。そ何でも切りますもんね、瀬尾さんね。キッチンは切るもんでしょっつって職人さんがやってくれないことをやってくれる職人さん。そうですよね。確かに。う。やっぱり YouTube に行ってほしくないです。でも普通やらないんですよ。だって切断面だってそのまんまなんで、だから綺麗に切らなくても焼けちゃうともう使えないんですよ。
確かにもう波打っちゃったら、もう天板ごとアウトってことですね。だからこれそんなに厚くないんで跳ねちゃったり確かに裂けちゃったりするんで、だからそれは絶対ないようにしないといけないんで、すっごい嫌だった。それってもう腕でしかないですか、その跳ねたり反ったりしない丸のこの性能じゃないですか。丸のこの精度丸の性能。性能これぶっちゃけすごい手かかってると思うんで、これって新しいそういうキッチン買った方が安かったみたいなことないですか？もちろん安いですよ。もちろん安いですよね。はい、そうですよね。もちろん安い。それはなんでこう安いのにこういうふうにしたらなんだろう。やってみたかった。やってみたかったですよ切りたかった。はい切ってみたかった。切ってみたかった。キッチン切ったことなかった。切ったことはなかったです。なかった切れそうだなっていう気はしてたんですけど。気はしてた。なるほどね。すごいわかりやすいです。こっち側なんですけど、ちょっとこれもね、このさっきのキャビネット、これおしゃれっすね。これ何でできてるんですか、これ、ここ。麻の織物みたいな、今壁材みたいなのがあるんですけど。なんかね、ミッドセンチュリー家具とかでもなんかこんなん入ってますもんね。これ開きますよね、これ絶対ね。そうなんです。これ面白いのはこっち引き戸かなと思いきや、こっちは何も何もないです。だからこっちはちゃんとあ収納になってなるほど。結構結構深い。はい。これどんなもの入れる想定なんですかね。結構この L になる部分、キッチンの L になる部分って使いづらいじゃないですか、キッチンから使おうとすると。こっちからやろうとすると確かにそうだ。この L 型キッチンの奥のそのスペースの使い方として、こっちから頑張ってやってるよりは、まあこの場合対面で使えるので、こっちからまあちょっとスタンドで食事してもいいし、この辺でちょっとワークしてもいいようなスペースの時にここに収納がこっち側からあった方が。なるほどなるほど。膝入るしね、こっちの方がね。そっちでワークする時ね。でも正直使い方はちょっと放置しちゃってますけど、こっちからよりはこっちの方が。ここだってスツール置いて膝入れとしてはすごいいいですよ。はい。膝入れでした。膝入れです。流れでこっちいいですかね。こっちのこのパントマイム用の練習用のスペースありますよ。これね、これないんですよ、これ作ったんですか、これ新しくこれ出てきたんですよ。出てきた、発掘されたんですよ。じゃああっちの壁と一緒だ、ね、もともとは全部こう壁になってて、そっちは個室で、こっちはリビングっていうのをでかい壁でドーンと仕切ってたんですけど、やっぱ上がってきた時にこの3面このマンション部屋空いてるじゃないですか、窓がね、この開放性が死んじゃってるのがもったいないなと思ったので、視界の抜けを作りたかったっていうのが一番大きい。こっちからでもあっちの部屋の窓が見えるぞみたいなところね、で向こうからもこっちが見えて、もともと想定してたのはこの今柱のようになってるこの部分っていうのを縦の木材がいるのは想定はしてました、なんですけど、この横に流れてるこう胴口っていうんですけど、これが出てくるのは想定してなくて、これがまさに昔の作り方ですよね、この時代のね。そうなんだ。作ってる途中に壁ぶち抜いて、ここいいねみたいな感じで作りながらデザインも考えていくんですか？そうです。ある程度想定を持ちつつ、開けたものをどうやって受け入れるかを考えて相談しながら作っていったっていうのがここの。それでもすごいいい質問で、この物件の一番面白くそして評価されたポイントとかまさにそこで、普通は全部ぶっ壊して設計図面書いて全部新しくするっていう方が不測の事態は起きないし簡単なんですよ、想定内全部収めるから。だけどこの壊してちょっとずつ壊して使えるところを使うっていうと、壊したら思ったのと違うのが出てきたらその状況に対処する方法を都度考えなきゃいけないんですよね。だからみんなそんな面倒くさいことやってられるかって言って普通誰もやらないんですよ。でそれをやったっていうのがこの建物のすごく斬新な部分ですと。やりたくないことをやった、そうやりたくないことをそうね。この部屋をじゃあデザインしましょうって発注してくれる人がいて、その人と相談しながら、それとももう一任されて全部それでいうとここはうちの会社でも初めて買い取りをして自社の物件として作ることにしたので、クライアントがいない状態で作ったので、工期の縛りもないしオーダーの縛りもない状態
っていうのでやったんでそれができました。どうしてそれをやろうと思ったんですか？でもなんか今後の作り方のそのベースというか最初の一歩目を踏みたいなっていう気持ちでやったチャレンジ企画というか物件で、動機は新しいことをやってみたい、あるいはずっとやりたかったことを試してみたいっていうことなんですけど、そこで作られたものとかあれ意外とできたねとか今度もうちょっとこうやったらうまくいきそうだねみたいなことが、ゆくゆくのものに発展していくといいなっていう期待で最初の一歩を踏んだっていう感じです。あとなんかこれ床がなんかこう、そうでしたね。これね見たことないようなこれさん頑張ったじゃないですか。これがもこれはなんかこれなんか独特な質感の床ですよねこれね。ペンキ塗るだけで床のデザインのパターンを変えれたらいいなと思って、もともとはこういう見た目の木のフローリング、でもそれもプリントだったんで、プリントっていうのは要は合板だよってことね。そうですそうです、本物の木っていうわけではなかったんですけど、それにペンキを塗るっていうとただのこのラインだけが生きてくるんですけど、さらにこっち側に溝を新たについて、なんかちょっとこうタイルっぽいっていうか、四角のパーケット状のちょっとグレートーンの、まだ名称がないんでなんていうんだろう、どうだろうかわかんないですけど、要は合板のフローリングだとそんなにおしゃれじゃない。でも普通だったら嫌だからぶっ壊して無垢フローリング貼りたいなんだけど、そうするとやっぱ高いでしょと、いかにそのコストを抑えて合板のフローリングを素敵に見せる方法ないかみたいな。そういうこと。もう言い当ててくれました。そういうことです。そういうことです。なるほど。でそれでこれただのペンキなんですかこれ？これはだから基本的には床ってペンキ塗っちゃうと摩耗が多いから剥がれちゃう。剥がれちゃう。でそれ用の塗料っていうのはないんですけど、ペンキ屋さんにも相談して何層にも分けて、密着性が高まるようにいろんな塗料をかぶせて下処理もしながら剥がれないようになんとか塗ってもらったっていう状態なんで、塗料の名前っていうのはないんですけど。ここはまた塗装屋さんもすごい塗装屋さんで、もう本当に実験的ないろんなことをやられる職人さんなんですよ。今日ちょっとお呼びできなかったんですけど、なので、要は素人がペンキ塗ってこれ真似してもダメだよっていうことは伝えた方がいいですよね。そうですね。一瞬はなんとなく見た目はできるかもしれない。励まくるよって、励まくる。普通にやるとね。なるほど。そういう特殊な塗装がされてると。この溝はどうやってこれは？溝はですね、トリマーっていう機械なんですけど、もうそれを本当にこうやってよくこんなまっすぐできますね。いやもちろんね、だから自作の定規というかガイドを作って、でも絶対やりたくないんですよ、こんな床にだって終わりじゃないですか。外したら終わりだし、そうだから失敗しちゃったらもうフローリングと交換とか、でもさっき言ったようにその塗装屋さんもリペアとかもちゃんとやってくれるんで、これ塗りつぶし、木目が生きてない塗りつぶしなんで、仮にね失敗しちゃってもツールボックスさんから言われてちゃんとフォローしますと、じゃあやろうかと。いや、そういう信頼関係もあるんで、なるほどやろうかっていう、失敗しなかったですけど。すごい。今どうやったよ今。さすが瀬尾さん。でもすごいですね。ちょっとね、やっぱり神経かなり使うんですよ。そうですよね。まっすぐやんなきゃいけない。だし深く切りすぎてもみたいなね。想像してるよりすげえゆっくりやってくれてましたよね。だからその溝も一定にしないと次のその塗装してくれる職人さんにも迷惑かけちゃうんで、ここの吸い込みが違うとダメだし、ちゃんとした V で一定のスピードでバリが出ないようにするやったんです。マニアックな番組だね。ありがとうございます。だからこうチラチラ見ては触れないようにした天井ですよね。気づいてはいたんですけどね。ここは本来和室のスペースだったんだけど、この壁これどうやって壊すんですかこれ？あらかじめ設計図面書いてやれるレベルではないということですよね。設計図面にはこんなものはないです。ないですよね、そんなのね。